皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の3日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時、54分ということで、ほとんど夜の10時に近いということで、1時間半近く遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、安倍晋三ら政治権力側は2020年東京オリンピックを、復興五輪にして2011年3月11日の東電福島第一原発大事故による東日本住民3000万人被爆の事実を隠蔽しようとしているというのが今日のメインテーマです。今日はワイワイニュースライブ通算で、2790回ということで、あと10回で2800まで言いますね。ということです。今日も二元放送できてるんですね。Facebook の方が先週の火曜日に30日間の利用禁止処分が解禁になりまして、明日で1週間なんですけどね、今まではなんか解禁になっても2、3日後に再びあなたの3年前の投稿記事がコミュニティ規約、ヘイトスピーチ規約に違反してますと一方的に言われて、30日間の再度のですね利用禁止処分にされてたんですけど、今回は今のところまだ流れてますね。結構あれじゃないですか、フェイスブックに対しておかしいじゃないかという批判がかなり広範囲に、起こってきてるから、彼らもそう簡単に、今までのようにですね、自動的に、利用規約違反だということで、処分ができなくなっているのかもしれないですね。ということで今日の放送を始めたいというふうに思います。今のところ音声も映像も問題なく配信されているということですね。二元放送ですね。今日の最初のお知らせですけど、先週金曜日の放送のメインテーマ、追悼星野文明さんですね。冤罪で獄中44年の中核派活動家、星野文明さん、去年73歳が一昨日水曜日、5月30日に肝臓がんのため亡くなられたということで、星野さんの追悼のためのメインテーマということだったんですね。これがそうですね、YouTube 向けの表紙ですね。それで現時点での視聴者の数ですけど、ツイキャスが382名様、YouTube が759名ですから、全部で1141名ということですね。これが先週の金曜日だったんですね。そして、一昨日の土曜日、第20回目の根っこ勉強会を午後3時から4時半まで1時間半ですね、土曜日、ライブ中継しました。テーマは東電福島第一原発大事故から8年経った今何が起こったのかということで、私とそれから大津恵子さん、今回は2人しかいなかったんですけど、このテーマで、ライブ発信したということですね。で、これがYouTube 向けの表紙ですね。それで現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが382名様、YouTube が
759名様で、計1141名様ということですね。じゃないや368名と826で1194名です。だから若干多いんですね。星野さんの追悼が1141名でしたから、根っこ勉強会が1194名ですね。ほとんど同じですね。ということです。ジョナちゃんはお久しぶりですね。お元気ですか？お久しぶりです。ジョナちゃんさん、休養中ということですね。皆さんからのコメントですね。砂ずきんさん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれましたね。からこれは何だろう。ニンライゾ NN5X さん、お茶ですね。からリススズメさん、コンティニューコインが3枚、4枚、5枚、6枚。ありがとうございます。配信ありがとうございます。から土山純さんですね、お茶バク転配信ありがとうございます。からコンティニューコイン2枚ですね。から中319さん、コンティニューコインですね。劉風安さん、お茶バク転配信ありがとうございます。よろしくお願いします。初耳さん、ワイワイニュースライブキャス配信中ということで、今日もメインテーマリツイートしてくれましたね。石森さん、ワイワイ山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしました。パピオンさん、2343、コンティニューコイン配信ありがとうございます。からケイコさん、コンティニューコインですね。K さんですね。そしてこの放送の前ですね、K さんのコメント。福島原発の政治家がついに決死の大暴露と、政府は現実をことごとく隠す、復興は原発セールスのため、再稼働のためと、動植物の奇形も増加ということですね。K さん、旅の風の旅人さん、キャスですか、ということですね。からイスタンブローさん、お茶バクテンとコンティニューコインですね。からジョナサンさん、頑張ってくださいとコンティニューコインですね。ありがとうございます。イスタンブール東郷さん、コンティニューコイン、こんばんは、配信ありがとうございます。まだ心臓手術をしたため体力がそうですか、回復してませんということで、お大事にしてくださいね。ということで、次、今日の画像ですね。今日の画像は1、2、3、4、5枚ですね。これひどいですね。マクロン政権、フランスのマクロン政権の副内務省という、こいつなんですね。ローラン・ヌニェスという発音しにくい名前のこいつが、黄色いベスト運動参加者が警官隊の暴力によって失明しても後悔は一切しないというふうに暴言吐いたんですね、こいつで。実際に機動隊が発射するゴム弾や閃光発音灯弾ですね、これで指吹っ飛ばされるんですね。
これはバースチーユで行われた警官の暴力による負傷者、失明者等々への抗議行動の中で掲げられた写真ですね。このように失明してるんですよね。直撃受けて。でこいつは彼らが失明しても自業自得だと、一切後悔はしないという、とんでもないファシストがいるんだね、これね。だからマクロンの正体っていうのは極右ファシスト政権なんですよ。とんでもない政権なんですね、これね。そして天安門事件からちょうど30年なんですね。1989年6月の4日ですね。だから明日でちょうど30年というものすごい弾圧を受けて、正確な死者は分かんないんですけど、おそらく3000人か4000人殺されていると、北京だけでですね。で全国合わせればおそらく4、5000人になるんじゃないですか。北京だけじゃなくて全国にこの学生を主体にした民主化運動が勃発したんですね。それに対して徹底的に共産党政権は弾圧をしたということで、ですね、砂月さん、ジョナチャンさん、僕は2011年の4月3日から、ペット動物の救出で、瓦礫だらけの爆発原発近くに行ってからいろんな病気が発症しましたと。 N95 のマスクも結果無駄でしたと。ああそうなんだ。4月3日だからもうかなり被爆しちゃったんですね。ということですね。砂月さん お大事にと。シカゴさんも入院中です。そうですね。シカゴさんも入院中ですね。長いですね。もう3週間ぐらいなんですかね。TT さん COTT さんコンティニューコイン配信ありがとうございますということですね。それで、今日で、天安門事件30年ということで、今日の注目情報の中で AFP の記事を取り上げたんですけど、この人が天安門事件で、いわゆる警察に、ブラックリストのナンバーワンに載った人なんですね。ウォン・ダンさんで、今はアメリカにずっと亡命しているということで、もう20年間、中国に帰ってないということで、いつかは帰りたいということですね。アメリカメリーランド州ボイズで AFP の取材に応じた天安門事件の元学生、指導者ウォン・ダン氏ということですね。で彼が30年前この中央で、マイクに向かって声明文を読み上げてる人が彼なんですね。30年前、中国北京で外国人記者に向かって声明を読みかける天安門事件の学生指導者ウォン・ダン氏ということですね。これが1989年5月1日ですね。で、次に今日の推薦映画として、昨日私見てきたんですけど、なかなかいいドイツ映画ですね。
とプリントアウトしてなかったのかな。失礼しましたプリントアウトしてないですね。ドイツ映画で僕たちは希望という名の列車に乗ったというあれですね。後で、ご紹介します。ありがとうございますということですね。それで今日の映像ですけど、先ほどフランス・パリのバスティーユ広場で警察が黄色いベスト運動へ対応してゴム弾や線香発煙筒を使用したことに抗議するデモということで、6月の2日だから昨日の日曜日ですね。これの AFP の映像があるんですね。これを今日の映像として取り上げたということですね。今までのやつをちょっとアップしますね。これは金曜日の星野さんのツイート。これマイナス1。現時点での視聴者1141名様。それから土曜日の第20回目の根っこ勉強会。8年経った今何が起こってるのかと、恐ろしいことが起こってるんですね。で、視聴者数ですね、1194名様と。それと今日の画像ですか。黄色いベスト運動、内務副大臣というとんでもないやつ、失明しても当然だということを言ってるんですね。これはひどいね。それと実際にバスティーユで昨日抗議行動された時に、写真が飾られたんですけど、実際に、ゴム弾とか警察によるゴム弾の発射とか、これがそうですね、直撃受けてるんですね、みんなね。ひどいもんですね。このゴム弾というのはアメリカ製なんですよね。アメリカで開発されたんです。ジョナちゃんさん休養中と。なんか目がしょぼついて、よく見えないですけど、被爆の怖さを身をもって味わう結果になりましたと。ボランティアの20代の2人が心不全で亡くなって、うわ、そうなんですね。ルペン女子より極右なマクロン政権と、まさにそうですよ。一見民主的な装いをしてますけど、マクロンっていうのはまさにルペンはみんな極右だって分かってるんですけど、マクロンっていうのは極右とはその正体を見破る人っていうのはなかなかいないんですね。悪質ですよね。それから
天安門広場、天安門事件で30年経ったんですね。これは一つずつじゃないと無理ですね。ジョナちゃんさん、マクロンはロシアイドの飼い犬ですねと。まさにそうですよ。私はフランスの、メディアパールという調査報道新聞を取ってるんですね。で、定期購読するとブログの記事を投稿できるということで、マクロンはロシアイドの工作員だというふうにな記事を書きましたら削除されましたね。これが天安門事件30周年、そして、このポスターちょっと印刷するの忘れました。ということですね。で、今日の映像ですけど、先ほどのバスティーユ、昨日のバスティーユでの警察の暴力に対する抗議デモの映像です。AFP。本当マクロンっていうのは、マクロンのボディーガードが私服を装って、デモ隊を個別で暴力振るってたっていうことで問題になったんですね。だからそんなやつを側近にしてるんですよね。マイナス23。これか。うん。これですね。動画。URL がこれです。そして今日の推薦映画ですね。ドイツ映画僕たちは希望という名の列車に乗ったということで、今は渋谷の文化村ルシネマでやってるんですね。で、これ解説、映画 .com の解説、ベルリンの壁建設前夜の東ドイツを舞台に無意識のうちに政治的タブーを犯してしまった高校生たちに突きつけられる過酷な現実を実話をもとに映画化した青春ドラマと、1956年東ドイツの高校に通うテオとクルトは東ベルリンの映画館でハンガリーの民主放棄を伝えるニュース映像を見ると、自由を求めるハンガリー市民に共感した2人は純粋な哀悼の心からクラスメートに呼びかけて2分間の黙祷をするが、ソ連の影響下に置かれた東ドイツは社会主義国家への反逆とみなされてしまうと。人民教育省から1週間以内に死亡者を明らかにするようと宣告された生徒たちは、仲間を密告してエリートとしての道を歩むのかと、あるいは信念を貫いて大学進学を諦めるのかと、人生を左右する重大な選択を迫られると。監督脚本はアイヒマンを終えと、ナチスが最も恐れた男の
ラース・クラウメということですね。で現代がですね静かな教室という現代なんですね。なかなかいい優れた映画ですね。で最後はやはり感動的ですよね。首謀者一人一人何も言ったら許してやると、大学進学もできるよという甘い言葉にみんな屈しないで、一人一人立ってですね、私が首謀者だというふうにみんな言ったんですね。それでその進学クラスは即刻、閉鎖ということで、クラスの者たちがですね、もうこんなとここんな国は嫌だということで東ベルリンに脱出するというふうな選択をして、で実際4人以外は全員東ドイツ西ベルリンに脱出できてですね、それで向こうで、卒業したということなんだから希望の列車っていうふうなんですね。ということです。ぜひお時間があればご覧ください。ルシネマでやってます、渋谷。これですね。そして今日の注目情報ですね。天安門事件から30年、元学生リーダーのウォン・ダン、いつか帰国をという AFP の昨日付の記事ですね。これ、ぜひお読みください。彼はあの軍隊が発砲し始めた時は天安門広場じゃなくて大学の寮で、ディスカッションしてたんですね。そして急遽発砲された犠牲者が出たということを聞いて駆けつけようとしたんですけど、もう全部、アクセスが軍隊によって閉鎖されて天安門に近づけなかったと。そして彼はブラックリスト、警察の死亡者リストのナンバーワンにされて、それで、何ヶ月間友達のところにかくまわれたんですけど、結局、かくまわれてもですね、いわゆる未来がないと。そして、かくまってくれる人たちに迷惑かかるということで北京に戻って、それで逮捕されて、最初4年の刑務所かな。そして釈放されてもどこにいても警官がですねついてくるという、刑務所にいるのと変わらないということで、公然と行動を反政府の行動を取り始めたらまた逮捕されて、そして何年かな刑務所に入って、で釈放されて彼はアメリカに亡命したということなんですね。それでもう30年経つ。1993年に条件付きで釈放されたが自由になったという思いはすぐに幻滅に変わったと。毎日警察に後をつけられ、どこに行っても警察が後ろにいたと。あれは別の種類の刑務所だったと。で、王さんですね、中国国内で人権活動や民主化運動をしたら再び逮捕される可能性があることは十分分かっていたが、自らの信念を伝えるために国内を回ることにしたと。で1989年に死んだ人々や若さを犠牲にした人々に対してある種の義務と責任を感じたと。で当然のことなら再び逮捕され、今度は11年の実刑ですよ。すごいですね。だから最初4年で11年15年入ったんですね。それで1998年表向きは治療のため、そっか、11年は入ってなかったんですね。9年ぐらいなんだね。再び釈放されると
王氏は米国へ亡命し、ハーバード大学で東アジアの博士号を取得し、中国の民主化を求める運動を続けているということですね。この方ですね。あの時彼が20歳、だから今50ぐらいですね。ということです。今日の推薦図書ですね。石井幸喜さんの一番言いたかった章ですね。第4章ですね。構造改革のための25のプログラムと。第1節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒ということで、プログラム2ですね。すべての特殊法人廃止を急ぐというところです。1ページぐらいですかね。1ページちょっとですね。プログラム2、こっちで読む方が読みやすいですね。プログラム2、すべての特殊法人廃止を急ぐと。特殊法人は廃止すべきであると。この場合、特殊法人という組織の在り方の問題と、それぞれの特殊法人、認可法人が行っている事業内容の問題があると。存在の在り方、すなわち特殊法人という組織形態は無条件に廃止しなければならないと。その理由は第2章で述べたように、我が国の法体系に矛盾する不当な存在だからだと。事業内容については、特殊法人、認可法人は主として民間が行うべき活動を行っているので、この観点からも原則的に廃止しなければならないと。ただし、廃止の時期、方法などはそれぞれの特殊法人が抱えている借金の整理、特権的な法制、税制、政策との問題で異なってくると。また、各特殊法人とも多数の事業に進出しているが、それらの事業の中には基礎科学研究分野などで優れた人材を有しているものもあると。このような経済活動以外の分野での人材や技術は大学などに吸収する手立てが必要であろうと。逆に福祉や教育、環境など耳当たりの良い領域に進出して有志事業を行っている特殊法人もあるが、これらの仕事は直接国が予算をつけるべきものか、または民間がやるべきものか、どちらかであると。一律に廃止すればいいと。特殊法人の改革を進めるにあたっての基本原則は次の2つであると。1、経済活動に関する事業、組織は全て廃止すること。小泉首相の言う民間にできることは民間には間違っていると。このようなことを言っていては、またしても政府系金融機関が実施している長期固定低金利の大量資金融資などは制度上民間にはできないということになり、存続されてしまうと。必要なのは福祉、教育、医療、治安、防衛といった行政の事務以外は全て民間がやると鮮明することであると。特殊法人などが行っているさまざまな事業のうち、経済分野のものは自然と市場の論理で民間に吸収されるであろうし、行政が担うべきものは国と地方の行政機関が予算の許す範囲でやればいいと。2、特殊法人の民営化、株式会社化は原則として行うべきではないと。国の金と権力で巨大化し、経済を侵食した独占企業を民営化することは決して経済全体にとって好ましいことではないばかりか、政治行政のモラルを踏み外す。そもそも彼らは政府による法的、政策的、財政的後ろ盾があって初めて存在できる組織であるから、民間の水にはなじまないと。民営化があり得るのは、機関的社会資本整備部内での類似のものが民間にない企業体だけであろうと。NTT、JR が民営化された今日、残るは道路関係の公団ぐらいしかないと。
道路公団も民営化されたんですね。ということですね。サイダニアさん、お茶ですね。サイダニアさん、キラランヤンコさん、コンティニューコイン2枚ですか。はい。今日の読んだところのタイトルだけでも書いておきますかね。これか。第90回。石井さんの提言というのが非常にはっきりしてていいですよね。マイナス5。これですね。はい。で、今日のメインテーマですね。現在時間が38分03。同時に視聴される方が53名、全部で103名、コメント28件ということですね。サイダニアさんはひょっとしたらシカゴさんなんですかね。今日のメインテーマですね。安倍晋三ら政治権力側は2020年東京オリンピックを復興五輪にして2011年3月11日の東電福島第一原発大事故による東日本住民3000万人被爆の事実を隠蔽しようとしている。安倍晋三自公ファシスト政権と東電などの原発マフィアと電通 NHK などの大手マスコミは2020年東京オリンピックを使って3000万人放射能被爆を消し去り、大震災復興にのみ焦点を当てる大キャンペーンを行っていると。その最たるものが聖火リレーの第1日目ルートであると。第1日目の聖火リレーは福島第一原発から30キロメートルしか離れてないサッカー競技場 J ビレッジから開始され、下記の市町村を聖火ランナーが聖火を掲げて走るのだと。しかし1日目に走り抜く地域は全て東電福島第一原発から20、30キロしか離れてない重度放射能汚染地域であると。で、楢葉町か楢葉町、平野町、いわき市、川内村、富岡町、大熊町、それから桂尾村、浪江町から南相馬市と、こういうことなんですね。で、ここに、図があるんですけど、ここが J ビレッジで、1、楢葉、
楢葉町1、2広野町、3いわき市、4川村村、5富岡町、6大熊町、7これが桂尾村っていうのかな、7桂尾村、そして桂尾村、そして浪江町、そして南相馬市と、これが1日目のスケジュールなんですね。これ全部東電福島第一原発から20キロ30キロ圏内の重度に放射能汚染された地域なんですね。そこをぐるぐる回っているということなんですね。で、特にひどいのがこの別のこの地図なんですけど、これはですね、ピンクなところが帰還困難区域、要するに人が住めない区域なんですね。それで、オレンジ色が居住制限区域ということなんですけど、特に7のここ7の、桂尾村から浪江町で、浪江町っていうのはもうピンクなんですね、全部ほとんど。ってことはもう帰還困難地域、人が住めないとこで、そこを横断して南相馬市に抜けるという、これランナーがこの人が住めないほど重度に汚染された浪江町を横断するんですよ、これ聖火ランナーが。こういうことを公然と決定し、オリンピック組織委員会はそして公表したんですね。でそれに対して誰も批判しないと。これはもう市のルートですよ。市の聖火ランナールートということなんね。でなぜこのような市の聖火リレールートを東京五輪パラリンピック組織委員会オリンピック委員会が一方的に決定して公表しても誰も批判しないのかということだね。人が住めないような地域をオリンピックの聖火を掲げた聖火ランナーが横断するんですよ、これ。そして南相馬市の方に登っていくんですよ。こんなことありえんですかね。なぜかと。誰も批判しないのはなぜかと。その理由は簡単であると。政府権力側と原発マフィアと日本のマスコミが一体となって2020年東京オリンピックを福島の復興、日本の復興をアピールする復興五輪に、でち上げたんですね。で、復興五輪じゃなくて、より重大な問題である3000万人が放射能を被爆し、現在も福島住民200万人を中心にして毎日被爆しているという事実を意図的に隠すという大キャンペーンをしてるから、国民は誘導されてるんですね。だから誰も批判しないということなんね。で関連記事として聖火通るけど迎える住民が残る帰還困難区域に複雑という、これは朝日新聞ですね。せいぜいこのぐらいなんですね。真正面からおかしいよということは言わないですね、日本のマスコミは。砂月さん、チェルノブイリに比べ
甘いと。5人委員会ランナーも被爆するだろうということで、だからもうやめた方がいいですよ。福島県内を成果を掲げて、ボランティアでランナーになる人っていうのは絶対被爆しますから、絶対応募するなと。走る人がいなければ潰れるんですよね。というのが今日のメインテーマです。今日のメインテーマ。復興五輪。福島は復興していると。日本も復興しているということを前面に立てて、より深刻な3000万人が被爆したと。そして毎日、福島住民200万人を中心にして毎日被爆していると。あるいは毎日太平洋が放射能で汚染されているという重大な事実を隠すということだね。マイナスに。ということですね。これがタイトルですね。その最たるものが聖火リレーの第一目のルートと。これ2ついくかな。行きましたね。で第1日目の聖火リレーっていうのは原発から30キロしか離れてないサッカー競技場 J ビレッジを起点に、下記の市町村を聖火ランナーが聖火を掲げて走り抜けると。そのルートはしかしこのルートはすべて原発から20キロ30キロ以内の重度に放射能汚染された危険地域なんですね。楢葉町から平野町、いわき市、川村村、富岡町から大熊町からこれは桂尾町、浪江町、そして南相馬市と抜けるんですね。でとりわけ7番の桂尾村、浪江町、南相馬のルートは下記の地図で分かるように帰還困難地域の浪江町を横断して南相馬市に抜ける市のルートだと。本当そうなんですよ。市のルートなんです。聖火ランナーは重篤な放射能被爆することが 100% 確実なルートなんだと。よくそんなところをランナー走らせんのということですよね。だから復興してるってことをアピールするためにで画像ですね。でなぜこのようになったのかと。なぜこんな普通だったら考えられないようなことが公然と決定され公表され誰も批判しないのかと。その理由は簡単と。政府権力と原発マフィアと日本のマスコミ
が一体となって2020年オリンピックを福島の復興、日本の復興をアピールする復興五輪にしたと。そして本当の深刻な問題、3000万、東日本住民3000万が被爆し、日々被爆しているという事実が消されてるんですね。誰も批判しないのかと。あれ、同じやつが2ついっちゃったな。その理由は簡単だと。3者が一体となって復興五輪をでち上げてるからと。そういうことですね。それで今日の関連記事ですね。成果通るけど迎える住民が残る帰還困難区域に複雑な思いをしているという朝日新聞。この浪江町を横断するルートは確実に被爆することが分かってて、なんでこんなルートをオリンピック組織委員会は決定したのかっていうことを、なぜ朝日新聞は記事として批判しないのということですよね。直接の批判はしないんですよね、日本のマスコミは。ということで今日のメインテーマはそういうことでした。現在53分27秒ですかね。視聴される方が視聴されている方が同時期で54名様、計117名様、コメント39件ということですね。今日のトピックス、黄色いベスト運動への対応、参加者失明でも後悔一切ないと。フランス副内務省というとんでもないやつがいるんだね。この男の、ウィキペディアちょっと見たんですけど、すごいエリートなんですね。エナ出身ですよ。行政、マクロンが解体するとかなんか言って偉そうなこと言ったエナ出身の超エリートですよ。人心、人心悟空っていうんですかね。五輪ランナー、冷酷非常の五人組織委員会、頑張れ。フランス警察、砂月さん、頑張れフランス警察って皮肉で言ってるんですかね。から首相官邸打ち合わせ記録一切作らず、作業責任は官庁側と、指示の検証不能ということで、これはひどいね。瞳悟空か。瞳悟空ですね。
毎日新聞これ犯罪者集団だから証拠になることは一切、残さないというもう典型的なですね権力犯罪集団ですねこれねここまで来ると。これも毎日新聞全部はタダで読ませないと有料なんですね。だから途中までしか読めないという毎日新聞なんかも黙ってても部数が減るのにこんなことやってたらますますあれですよね読む人いなくなっちゃうんですよね。で、この毎日新聞の記事に、載ってたやつですねこれで官僚がですね首相に説明資料を渡すとで説明するんですねとすぐに廃棄するということなんですね。だから一切証拠は残んないと首相面談の記録が作られていなかったということでこの間あれですよねあの内部資料が外に漏れて、追及されてるんで彼らしいですね犯罪者は一切証拠を隠滅すると証拠を消すということでしょうね。スーダンデモ隊排除に軍介入5人が撃たれ死亡ということでやはり軍隊が凶暴化して牙を向いてきたという天安門と同じですね。5人死亡ですって。マイナス4。これですね。から米産業界が政権提訴を検討と対メキシコ関税に猛反発ということで当然でしょうね。米国最大の経済団体である全米商工会議所は5月31日トランプ政権が表明したメキシコ製品への関税発動に反発し差し止めを請求するためのホワイトハウスを提訴する検討に入ったと。巨額のロビー資金で共和党政権を支えてきた同商工会議所がホワイトハウスを提訴すれば極めて異例と。トランプ大統領の相次ぐ貿易制限策に米産業界の不満が強まっていると当然でしょう。これか。でもトランプやるでしょうね。最後は最高裁でひっくり返されると。要するに、9人のうち今は5対4で、保守系が2人トランプになって、2人任命したんで、9人中5が保守4がリベラルと民主党系ということで最終的には連邦最高裁で勝てるというふうに彼は見てるんですよね。だからアメリカもそうですよね。憲法裁判所がないからそして最高裁の判事の任命権を大統領が握っちゃってるとこの2つ重大な欠陥なんですね。からドイツ緑の党が支持率首位と二大政党の体調止まらずということでそうでしょうね。もう二大政党はダメだとみんな見限ってんですよね。大連立を組んでた
SPD、ドイツ社会民主党、これの代表党首が辞任しましたね、責任取って。だからメルケルとの大連立が瓦解するということですよね。日本は忖度一色と、アメリカより重症ということですね。本当重症ですよ。まずマスコミが全然なってないですからね。から5番目、従軍経験の影響はと、米陸軍公式アカウントに悲痛なツイート殺到という AFP。これ陸軍がなんか公式なアカウントで、従軍経験の影響はどうですかっていうふうに書き込み自由で、やったらしいんですけど、ものすごい書き込みがあったと。その内容ですね。ある人は慢性的な痛みを伴う PTSD と OFF と OIF っていうのなんですね。OFF っていうのが対アフガニスタン軍事作戦、 OIF っていうのが対イラク、対イラクの自由作戦ですって。オペレーションイラキフリーダムと、からオペレーションエンジュアリングフリーダムと、普及の自由作戦と、そうですね。で他の投稿者、私の父はイラクの戦闘から戻ってからは悪態をつき、常に怒り、変質的になった。何度もいろんな治療を受けたが身の健康も今も戻ってないと、心身の健康は今も戻ってないと。父は自分が体験したことによって明らかに変わってしまったと。私の息子は OEF に参加、これはアフガニスタンかな、無事帰還して再入隊、頭を打ったと書いた人や、コンバットカクテル PISD、 思い打つ不安、孤独感、自殺未遂、終わりのない激しい怒り、これは私と長男、そして孫との関係を壊したと。同じ部隊にいた兵士たちの中にはもっと多くの犠牲を払った者もいると。従軍経験が俺にどんな影響を与えたか、俺の家族に聞けというリプライもあったということですね。1万以上のリプライが寄せられたということですね。二大政党はすでに歌方の夢と、日本も早く覚めるべきと、そういうことですよね。これが5で、今日の重要情報、小川彩香っていうのかな、ニュース23にテレビ朝日が激レアさんをぶつける妨害、ジャーナリズム放棄し情報ステーションから追い出したくせにということで、リテラですね。この小川彩香さんという女性キャスターっていうのはなかなかジャーナリスティックで、評価が高いんですね。で、ニュースステーションのサブキャスターを務めたんですけど、彼女を、降板させたんですね。で、彼女は辞めて、でライバル番組の TBS ニュース23のメインキャスターとしてすでに始まったんじゃないですか。これリテラの記事です。貼り付けるマイナス8、じゃあ URL を別にしましょ
うんこれですね。ということで今日の放送はこれで終わりですね。時間が65分50秒ね。視聴される方が同時で53名様、計128名様、コメントが50件ですね。現在、時間が日本時間の夜の11時ですね、ちょうど。ということで、今日もたくさんのコメント、たくさんのコンティニューコイン、たくさんのギフトいただいてありがとうございました。ということで、今日の放送、月曜日の放送はこれで終わりで、明日の放送もありますんで、ぜひ、よろしければ、コメント52ですね、お疲れ様でした。砂月さんですね。ということで、今日の放送これで終わります。また明日ですね。終わります。